、お待たせしました。結構あんこうって高級魚のイメージも、強いとは思うんですけれども、こう裾野を広く気軽にこうあんこうという食文化に触れてもらえたらなと思います。ちょっと早くて、ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。どうすめます。立川博之で43です。お店は何年ぐらい勤められて2007年になりますね。最初、まあ、怒ってるのか、怒ってるように見えられることが多いです。まあ、そのあんこの食文化を広めたいっていう気持ちでやってるんで、ですので、よろしくお願いします。火力調整して大体1時間ぐらいで沸騰まで持っていきます。抽出されるうまみ成分が変わってくるので、ここに関してはまあ沸騰、まあ、ブクブクまではいかないですけども、えぐみも出てくるのでね、沸騰に近くなったら、まあ、昆布は外して、で、鰹節入れます。創業は1830年、江戸の末期になります。入り口のところの写真見ました。70年ぐらい前ですかね。うちの父が幼少の頃なんで、見守ってほしいなっていう気持ちもあって、そこに飾ってますね。7代目まで続くとってすごいなと思うんですけど、やりたくないとか思ったことってなかったんですか？いや、それはなかったですかね。いずれは継ぎたいとは思ってて、いろいろ内情で早く継ぐことにはなったんですけれども、自分が、まあ、生まれ育ったのもこのお店のおかげですし、このあんこ鍋の味も好きだったんで、はい。その味は残したいなっていう思いはありました。まあ、継がないっていう選択肢はなかったですかね。営業の時は表出してるんですけど。
まあ湯がいて骨抜いて、まあ、食べられる部分としては3分の1ぐらいになっちゃいますですね。今ので何食分ぐらいに大体、小ぶりなんで10人前ぐらい。鍋だとね。鱗がないので、はいこう皮を保護する粘液、あとは外敵に襲われたらこう、まあ、防御手段としてこうぬめりを出すんですよね。それを外敵としては嫌がるので撤退するっていう、そう死んじゃってから出てくるものですね。だから完全にもう出来ってこうぬめりもなくて、むしろ光沢があるようなのは鮮度は良くないんです。ある程度こうぬめりがあるのはこうそう鮮度いい証拠です。1年で1キロぐらいのサイズずつ大きくなっていくので、5キロサイズに成熟するのにまあ5年はかかる。それからはちょっと加速度的に大きくなったりするので、これがまあ多分8キロとかそれぐらいだと思うんで、まあ6、7歳ぐらい。今までで切ったあんこで一番大きいあんこって何キロぐらいのあんこですか30キロ近くのはあったと思いますね。そんなでかいんですか？長い歴史の中だったら。まあ20キロでも相当大きいですけどね。だってこれ8キロ。 4倍ぐらい。どちらで取れたものじゃないですか、ちなみに。これ北海道です。うちはもうあんこ求めてお客様お越しくださるんでね、切らすわけにはいかないんで、まあ、あんこの中でもこの肝っていうのは価値がとても高くて、今でも北海道のキロ2万から一番高い時4万円ぐらいまでしましたね。海外の需要も高いので値段はどんどん上がってます。こうお腹開いてこれ胃の内容物を取って、まあ、処理してもらってるんですけども、それってこう信頼関係のある業者さんじゃないとできないというか、まあ、肝の良し悪しも当然分かることなので、まあ、信頼できる業者さんにお願いしてますね。1キロちょっとだと思うんですけども、肝刺しにしたら10人前取れるかどうかっていうことです。酸化しやすい周りの部分は削って鍋用の肝にしたり、半端なところは裏ごしして他の料理に使ったりとか。これ卵巣です。力いらないです。あ、そうなんですか？いらないです。どの作業が一番こう習得するのが難しいんですか？やっぱり数こなせたら速さですかね。で僕は習得できなかったのは冷たいんで、でも手かじかんじゃって、だからもう手袋使わせて。そっち？まあこの色合い、光沢、火を入れた時一番こうオレンジがかったピンク色になる。まあ、全てアスタキサンチンっていう鮭と同じ、まあ、ビタミンではあるんですけども、食べてるものによってやっぱり個体差が出るので、特にこう火入れした後はそれが顕著に出ますよね。これが一番火入れしたら綺麗に出ます。
取引の八百屋。あ、八百屋さんなんですか？見えないです。俺もう25年見てる。あ、そうなんですか？ここ来て。かけるよ。ちっちゃいね。今日のは。なんでこんな長く続くんだと思いますか？美味しいからじゃないあの？で、珍しいし、ここ醤油仕立てだから、ベースが。俺あんま魚好きじゃないんだけど、はい。ここのは生臭くもないし、食べれるので、なんか通っちゃう。7代目どんな人ですか？頭がいいよね。取引も自分でこう、鍋に入ってる三つ葉とかさ、椎茸とか、現地調達しやがって、安く仕入れるというかさ、やり手ってことですか？やり手だよ。あ、そうだ。本当に逆らえないから。ありがとうございます。あんこって結構水分多い魚なので、こう、あんこの切り身を煮込んだら、水を全く加えずに煮込めてしまうぐらい水分量多いですよね。旨味も出る一方で、ただ、こう、ぬめりも含めて臭みも出るので、それを、こう、味噌で消してあげて、肝を溶いて、コクを与える。それが、こう、一般的な味噌仕立ての食べられ方なんですが、まあ、先代は、ここであんこ料理、あんこ鍋出すときに、この神田っ子の口に合うようにというので、醤油仕立てで考えて、それに合わせて、こう、仕込みの方法とか、みんなをしたというか、この醤油仕立てに合うように、こう、やってみたっていう、それが受けたみたいですね。これは、今部位ごとに。そうです。火入れ時間の短いものからやってます。この後、ぬめり取って、切り分けて、で、水さらししたら、とても綺麗な身になるので。いや、もう、ゆっくりやってます。冬場の3分の1ぐらいじゃないですか、仕込み量。この中心部分は唐揚げに、この純粋で淡白な白身の美味しさをもう味わえるのが魅力かもしれないですね。このところは取って骨付きの唐揚げで使ったりする時もあります。結構肉厚で美味しいところですね。ちなみにあんこの料理法で、はい、こう一番好きな食べ方は何ですか？友愛がなんかな、こう一皿で身の部分も、まあ、白身や皮やヒレや胃袋とかすべて使ってますし、合わせ味噌で肝を使ってますし、この一皿の中でこうあんこの魅力が凝縮されてるなと思って、自分はその友愛という料理が好きですけどね。産地とかでももう家庭それぞれのこう友愛の味付けというか、おばあちゃんの味のようなのがあって、それも含めて、そういう文化性も含めて好きですね。本当はこれと同じ包丁です。2本で、同じ包丁です。もう15年ぐらい使ってますね。で、この部分が唐揚げです。で、一回さらして、脱水してこれぐらいにして、これが唐揚げの位置に。ここ肉ですね。これは茶碗蒸しに入れたり、土瓶蒸しに使ったりしますね。
全然包丁切れる力いらないです。やってみますか？いいですか？すぐに。こういう感じですか？はい、もうちょっと中で大丈夫ですね。こういう感じ？めちゃくちゃ下手くそじゃないですか。わ、すごいわ。あ、ごめんなさい、全然違うわ。もう。このぐらいの角度で、この線にこう切ってもらえば。先っぽで切っちゃうとちょっと切りづらいんですけど、全体で切ればもう。もう力いらないです。そーっとゆっくり引けば。本当だ。いや、切ってないわ。ごめんなさい。はい、もうゆっくり。すごい。あんまり力入れなくて、そのぐらいでゆっくり引けば、あんまり急いで引いちゃうとあれなんで、ゆっくり引けば大丈あ夫で、す。本当だ。勝手に。はい。最後まで、はい、引けばもう離れてみた。おー。このぐらいでもう切れ離れてますので。わあ、すごいわ、でも。マジで綺麗。これ今部位ごとに切ってるんですか？いや、もうあんこ鍋の具材で。胃袋。胃袋。こっちがこうなってるんですけど。色が2色あるのはこれ何が違うんですか？そうですね。でも同じランスなんだけど、でも色がたまに変わってる。こっちも卵巣なんですね。はい。これは骨付き唐揚げですね。で、これ粘膜、これがあるとカラッとしないんで、この粘膜は取ってます。こういう薄い粘膜を全部取る。これがついてるとカラッと上がらないので、これは骨なしで脱水して唐揚げにしますね。何分ぐらい作るんですか20分ぐらいですね。あれの上の感じですか。下にもそっといてください。これぐらいで大体1時間ちょっと。冬のでかいやつだと、基本1時間半ぐらいなんですけど、これはまあ1時間ちょっとぐらい。はい。
肝刺しです。今日はお昼はこれぐらいで終わりです。これはメバルですね。メバはい。カツオですか？そうです。笑いで香りをつけるんですね。でっかくないですか？でかいですね。送迎サービスとして、この界隈のご案内だったり、あと神田明神さん行って、ご案内だったりっていうので、食事とプラスこういった昔ながらの日本の文化を知ってもらうような感じで。予約もできますし、あと当日、お食事されてない方も、この辺こうスーッと通って見つけていただいて、実際にご案内することも可能です。
よく来るんですか、お兄さんはこう。はい、よく、毎冬ぜひ、あ、美味しいので、はい、食べたいと思ってます。おすすめのメニューとか聞いていいですか？もちろんあんこう鍋です。大将さんとか、どういう方なんですかね？若旦那気さくないい方ですよ。はい。大好きです。うちの娘たちもよくしてくれますし、大変感謝してます。はい。氷を表に置いていただきます。はい、ありがとうございます。すいません。全部入れちゃってください。はい、お待たせしました。いただきます。煮こごり以外。はい。失礼します。失礼いたします。下に見えないところですと、白滝、焼き豆腐、あんこの実が入って、椎茸、うど、絹さや、銀杏、あん肝ですね。あと、これは切り三つ葉になります。食べ方としてはどういうふうに食べたらいいんですか？煮込まれたらそのまま味が入った状態になりますので、そのまま召し上がっていただけます。じっくりと、時間かけて、このあんこの白身やうどに、割り下の色が染み渡るぐらいまでじっくり煮込んでいただいた方が、より味が入って、美味しくお召し上がりいただけます。三つ葉の方が先にしなるとは思うので、肝は後の方が割り下の味わいがより深みが増すので、鍋の後に召し上がっていただくおじやがより美味しくなるかと思います。揚げが揚げてますね。小皿のポン酢お付けになってお召し上がりください。あとこちらともあえです。
味が山椒のお塩なので、レモンとともにお好みでお付けになってください。こんばんは、11。失礼いたします。お気持ちや担々麺の御膳のご用意でございます。失礼します。このスープにももうすでにあん肝のペースト入ってますけれども、あとはお好みで途中で加えながら召し上がっていただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございましお店の名前、た。はい。由来はこれ何ですか？初代がですね、立川正蔵という人物で、伊勢屋に奉公に行ってたみたいなんですよね。で、伊勢屋の正蔵で伊勢正という名前で始めました。で、二代目が源四郎という名前で、場所をこちら神田の方に移した際に、伊勢源というふうに名前変えまして、以後そのまま伊勢源として、現在になっております。今、力を入れてることあれば何でもいいんですけど、お願いしたいです。生産者さんの思い、あとは食材を大切にしたりとかっていうのを、それを料理としてお届けするのが、責務の一つだと思ってますので、あんこの産地であったり、農作物の、畑まで足を伸ばしたりとかしてですね、そういう時間を大切にしてますね。鍋の中でも、切り三つ葉とか、うどとか、日本原産の作物になるんですけども、結構農家さんも減ってまして、うちの鍋を提供する上では欠かせない食材なんですよね。なので、将来的にはそういう、農業とかもですね、ちょっとずつ携わっていきたいなと思ってますね。で、あんこも一筋にこれからも行きたいので、あんこの水揚げ量、将来のもう担保できるように、資源管理とかにもですね、取り組めるように、発言力のあるような飲食店の立場であれたらなと思いますね。いつも来られたお客さんに最後一言いただいてもいいですか？いつもありがとうございます。結構あんこって高級魚のイメージも、強いとは思うんですけれども、裾野を広く鍋とあとはおじやだけでしたら、5000円はいっちゃいますけれども、それぐらいの値段から楽しんでいただける値段設定をさせていただいております。ですので、ちょっとした贅沢ですとか、ご家族での晴れの機会とか、そういうのに、使っていただけたら、これからも長く商売していきたいなと思ってますので、思い出に残る店で
戻ってこられる場所を、これからも提供していきたいなと思ってますので、気軽にあんこうという食文化に触れてもらえたらなと思います。では、先生ありがとうございました。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。